いえ、教会の前を通ったら人影っぽいのが窓にへばりついてるのが見えちゃったの。昼間っから泥棒とか豪快だなーってちょっと興味惹かれちゃって。そしたら可愛い子が真面目に労働してたわけ。窓拭きの達人みたいにビッとかっこよくそんなの見せられたら手伝いたくなるのが人情じゃない？藤十郎の一つ隣の窓を拭きながら女性は陽気に話しかけてくる。そんな考えようによっては怪しいことこの上ない女性にうんうんと真面目に同意する宗十郎。なんというか彼の本能が理解したのだ。この女性は自分と同じようにいつもこういう地味な作業を押し付けられる同士なのだと。あなたは教会の人なんですか？私？いえ、ただの通りすがりよ。それよりあなたってのは他人行儀ね。君とは商店街で何度も会ってるのに。いや、会ってませんよ。会ってます。君魚達さんでバイトしてる子でしょ。今週だけでも何度か行ってるもん。私はそうね、花沢って言うんだけど、君の名前は？セリフの途中ちらりと眼下の花壇を見ながら気さくに笑いかける花沢さん。宗十郎はいつも通り自信投げに自己紹介を済ませた。宗十郎さん、いい名前ね。古風な感じで。名前に数字が入ってるとなんか日本人って感じがしない？ここの神父さんとかシスターの名前知ってる？エイリとかユイカとか、なんか外国風なんだけど。エイリさんはともかく、ユイカさんは綺麗な黒髪の女の人でしたよ。あら、神父さんにはまだ会っていないのね。相田教会の美形神父と美人姉妹って言ったら有名なんだけど。あ、そうか。さては君、最近引っ越してきたんでしょう。しかも一人暮らしと見たわ。そうですけど、花沢さんすごいですね。さっきからあまりにも的確な当てずっぽうです。いえいえ、推理と言ってくれたまえ。君ぐらいの子がアルバイトに精を出すほどこの町の娯楽は魅力的じゃないもの。遊ぶお金ならバイト一件で賄えちゃうわ。君は物欲のあるタイプじゃなさそうだし。となるとこれはもう生活費のためと考えるのが健全でしょ。まあ学生さんが生活費も学費も自分だけで賄うなんてのは健全じゃないんだけど。いや、そうでもないですよ。働かざる者食うべからずです。そっか。宗十郎さんは若いのに立派ね。私も学生の頃はバイト三昧だったから少しは君の大変さもわかるわよ。なんと花沢さんも一人暮らしだったんですか？ええ、親の反対を押し切ってよその国に留学しちゃったの。あっちには友達もいたから下宿先には困らなかったけど、さすがに食費ぐらいは稼がないとね。けどまあこう見えて肉体労働は苦にならないタイプだし、学院もバイトも楽しい思い出になってるわ。おうとまたもコクコクうなずく宗十郎。節操なく湧き立つ親近感を抑えられない。これも何かの縁だし、魚達さんではこれからお世話になりそうだし、頼りないだろうけど相談事があったらぜひ言ってね。精神面で力になるわ。ありがとうございます。じゃあ早速ですけど、ここは何をするところなんでしょう？ここと教会を指す宗十郎。えっとさすがの花沢さんも面食らっている。
藤十郎がヴィンテージものの田舎者であることなんぞ知らない花沢さんではあるが、持ち前の機転の良さで、これは高度な皮肉なのだと勘違いしてしまったようだ。そうね。心の安全を扱っているというのはどうかしら。いえ、安全というよりは鎧？継ぎはぎのバリケード？とにかく本人はちっとも鍛えられないってことは同じよね。あとはパンとワインも分けてくれるわね。無料でですか？もちろん。止めるものは勝手に置いていくって話。あとはそっか、これが一番大きいんだけど、収入に税金がかからない。心の安全は扱いが難しいけど、きちんと売り物にできればノーリスクハイリターンよ。はあ、よくわからないですけど、ピンチの時はここに転がり込めばいいんですね。それはおすすめしないな。ご利用は月に1回、気休め程度にした方がいいと思う。キュッキュッと窓を吹く音が響く。趣味を同じくする二人はのんきに口笛を吹きながら一枚また一枚と教会の窓を磨き上げていく。そうだ、もう一つあります。ここから見えるあの森、何ですか？森？あの山の上にある森のこと？ですけど、あれは山じゃなくて丘というべきです。田舎育ちの人間としてあの程度の高台を山というのはプライドが許さないらしい。そう？あれはあれで結構登るのに体力使うんだけど、ま、そっちの方がよりらしいわね。女性の気さくな笑顔に自虐的な影が差す。もともと端正な顔つきをした美人だ。笑顔を崩すと一転して独白な見る者を威圧する表情になることに今更ながら宗十郎は気がついた。もちろんあれは丘です。それとほら、ここから煙突みたいなの見えますけど、あれは何ですか？そんなことで宗十郎があれこれ遠慮したり怪しんだりすることはないのだった。あれは本物の煙突よ。あの森は全部私有地なんだけど、その中にでっかい洋館が建っているの。でも私有地だから地元の人間も入ったことはないんじゃないかしら。通称久遠寺のお化け屋敷ってね。近所の皆さんは気味悪がってるし、あんまり近寄らない方がいいんじゃない？あんな小さな森なのに遭難したとか野犬が出るとか物騒な話には事欠かないから。野犬って、都会にも野犬？たくさんいるわよ。この教会の裏手の空き地にだっているし、ここの神父さんは物好きだからパンとかあげちゃって、それでワンちゃんの巡回ルートになっちゃってるんでしょうけど。とにかく君子危うきに近寄らずよ。あの森には入らないのが町のルールなの。そもそも私有地だし、入ったらおまわりさんを呼ばれちゃって、そのまま交番でお説教タイムなんてあんまり楽しくないでしょ。なるほどとはしごの上からはるか彼方の煙突を眺める。ほんの少しだけ故郷の森を連想させる丘なので気になっていたが、どうやら自分には何の関係もないようだと納得し、宗十郎は窓拭きを再開した。花沢さんの協力のおかげで窓拭きは滞りなく終了した。二人がかりで地味だが手間のかかる仕事をやり遂げたのだ。はい、ご苦労様でした。あれだけ砂まみれだった窓が見違えたわね。どう？
これから適当な茶店でお茶にしない？宗十郎さんの仕事っぷりに敬意を表して、私がおご。はい、何か言いました花沢さん。いや、ごめんなさい。急用を思い出しちゃった。花沢さんはここで失礼するのでした。チャオ。はしごを片付けた宗十郎が振り向くと、女性はダットのごとく表通りに走り去っていた。時刻はそろそろ3時。花沢さんが手伝いを申し出てから3時間以上経過している。彼女の急変を下り顔で見送る宗十郎。行くあてなく散歩していたように見えた花沢さんだが、これだけ時間を潰したのだ。手伝ってくれた時と同じように適当な用事を思い出してしまったのだろしずきくん、そっちにいるの？と、教会の角からひょっこり顔を出す生徒会長。あ、声かけてごめん。いいから作業に専念。自分の背丈より長いはしごを片付けている宗十郎を見て、青子は面食らったようだ。それも一瞬のことで、彼女は腕まくりをして宗十郎に歩み寄った。突然現れた青子より、宗十郎にはそっちの方が驚きだったらしい。当惑する宗十郎をよそに、青子はテキパキと指示を出す。はしご、横に倒していいわよ。下の方は私が持つから、あなたは上の方をお願い。それがあまりに自然な行為だったので、一人で十分だと強がる前に、宗十郎ははしごを横に倒していた。アルバイトが終わり、シスターから気持ち程度の謝礼を受け取って、二人は教会を後にした。青子は駅前に用事があるとのことで、とりあえずそこまでは同じ道行きだ。でも、本当にアルバイト慣れしてるのね。じきに夕暮れになる空の下。話しかけるというよりは感想を漏らすように青子はそんなセリフを口にした。そうか、青崎から見てそうなら少しは嬉しいな。素直に微笑む宗十郎。もっとも給金をもらってから彼はずっとホクホク顔だったので、何に喜んでいるかは不明だった。あのね、あなたは普段が問題ばっかりなんだから、あんまり調子に乗らないように。差し引きゼロっていうか、まだまだマイナスなんだから。学校のことは言われると悲しくなる。かわいい。ちょっとなんか照れとる。宗十郎はがっくりとうなだれた。アルバイトはこなせても学校の授業ばかりはどうにもならない。試験はともかく日々の授業は一長一短だ。で、ついでについていけるものではないからだ。青崎は成績悪いやつは嫌いか？まあ、頭というか巡りの悪い人との話は疲れるでしょうね。でもあなたはそれ以前だし、そもそも私にはこれっぽっちも関係ないし。でっかいハンデを何とかするのは先生たちの仕事で、それに応えるのはあなたの役目。アルバイトもいいけど、帰ったらきちんと予習やっときなさいよ。それはもちろん。学校の人たちはみんないい人だ。そうならいいけど、みんないい人？今のやりとりでなんでそんなセリフが返ってくるのかと首をかしげる青子だった。おそらく宗十郎なりの感謝の表れなんだろうと納得する。ところで参考までに聞くんだけど、あなた他にどんなバイトしてるの？どこって商店街が多い。魚のお店とか花の店とか、あ、
でも昨日は隣町まで遠出したな。遊園地のアルバイト。学校側が許可しているのは三崎町の商店街だけなので、予想通りの回答だった。最後に出たおよそ静木宗十郎とは無関係の単語以外は、遊園地ってヤシラギの？そう。使わなくなった看板とかオブジェとか解体して運び出したんだ。さすがに疲れたな、あれは。へえ、それは体力勝負でしょうね。今度こそ本気で感心する青子。遊園地で使われる機械の運搬はちょっと学生が片手間でやる仕事ではないからだ。でもいいなあ。私キッチーランドって一度も行ったことないの。三崎町に住んでるのに。青子は隣町の方角を仰ぎ見る。ここから見えるのはかろうじて観覧車だけ。夕日に照らされた円形の鉄骨仕掛けは寂れた墓標を思わせる。そうか。それは金銭的な理由で。途端、青子はおかしそうに口を押さえた。宗十郎に失礼だと思ったものの、笑いの壺に入ってしまったらしい。そういうんじゃなくて、単純にあれが開園してから立て込んでて遊びに行く暇がなかっただけよ。お金で解決する問題だったらそれこそ今すぐに行ってるわ。ほら、と青子は教会のアルバイト代の入った封筒を見せた。その仕草は明るいものだったが、それでも行くと口にしない青子に宗十郎はむっと顔を曇らせる。それなら今度行けばいいじゃないか。ありがとう。けどそれは無理な話。あんたのことだから気づいていないと思うけど、あれ潰れてるのよ。オーマイガー。廃園になってからもう2年以上は経つんじゃない？なんと。料理で客がいなかったと宗十郎は納得する。生徒会長は呆れながらも少しだけ楽しそうだ。いつもならそんなことまで教えないとわからないとはと呆れていた彼女だが、この夕暮れに限ってはなんだか微笑ましく見えたらしい。青崎青子と別れ、アパートに帰って学校の予習に没頭していると、あっという間にアルバイトの時間になった。山と都会の違いにはそれこそ数えきれないが、最も大きな点は時間の用途だ。ここではともかく時の流れが早すぎる。ちっとも頭に入らなかった参考書を片付け、宗十郎は一日の締めとばかりに夜の街に出かけていった。日付変更線を越えて夜はますます深く眠りについていく。襟を立てて冷え込んだ冬の空気から首筋を守りながら宗十郎は帰路に着く。周囲には拾い物目当ての犬もいないし、ちょっとした買い物で出歩いている人もいない。この近くに一軒だけのコンビニエンスストアも夜の11時に閉まってしまう以上、買い物目的で外出する住民はいないのだろう。脱力してひときわ深く呼吸をする。人気のない人工物によって築かれた街並み。星明かりがより眩しい青い蛍光灯に照らされた暗がり。そういったものが意識せずとも宗十郎の不安を煽り立てる。情けない。夜が怖いのは当たり前じゃないか。ブルッとくるおかんに背を丸めながら強がりを口にする。暗がりに近づくな。人気のないところには立ち入るな。何の因果か、それともそれだけの情けない顔をしてたのか。
藤十郎がこれまで知り合ってきた人たちは決まってそんな忠告をした。そうは言ってもしょうがないし、大体暗がりに近づくななんて言われても実感が湧かない。ここは明かりのない場所はない。大通りは言うに及ばず、駅前の喧騒から離れた住宅街にだって電灯の明かりがある。怖いのは怖いが、怖さの質が山とは違う。おそらくは根本になるルールが違うのだ。因果応報の仕組みが一方にのみ優しく作られている。怖いといえば、そのルールがまだよくわからないことの方が、田舎育ちの彼には怖い。山ではルールを破った者は、その時点で報いを受ける。例えば獣道。彼らの縄張りと気づかずに入ってしまえば、当然住人である動物に襲われて怪我を負う。このように宗十郎にとって過ちとはすぐさま返ってくるものだった。誰が誰を罰するというものではなく、ルールを破れば即その間違いが形になって降りかかると。都会はそのあたりが少しだけ曖昧だと思う。だから一体何が正しかったのか、何が間違っていたのか、致命的な終わりになるまでわからない。けど基本的に変わらないんだよな。多分。ごめんね。失礼。単純に因果応報の結果が遅いだけ。さらに例えるなら、彼の田舎には村の治安維持を任された人間はいなかった。都会は人間に優しい代わりにルールを破った人間を罰する何者かが据えられている。山では罪と罰は同義だったが、町ではその二つは切り離され、罪を犯した後に罰を持ってくる他人がいるらしい。入ってはいけない場所、見てはいけない出来事。そういったルールを破ったとき、何者かが罰しに来るのが社会のルールなのだ。なので、町で安全に暮らす方法というのは、余人の事情に立ち入らないこと。藤十郎を気遣ってくれた人たちが口を揃えて近づくなと言ってたのは、そうなったら誰も助けてあげられないからなのだろう。といけない。また近道しそうになった。なので、いくら邪魔だからといって、人の家の塀をよじ登ってすぐ向こうのアパートを目指してはいけないのである。たまたま家の人が起きていたら警察に通報されて誰にも助けてもらえなくなってしまう。そんな見当違いの都市観を持ったまま、今日も静木宗十郎の一日は平穏に終わっていく。すぐには寝つけず、床についたまま窓越しの空を眺める。都会に来た彼が最初に戦慄したもの。スイッチ一つで大抵のことは解決される便利さも。壁一枚隣に顔しか知らない住人が住んでいる新鮮さも。この夜空を見上げた時に吹き込んだ。こんな空もあるのか。意識せず漠然とこぼれた言葉を覚えている。なんて暗い星。なんて狭い空。ここでは星の見える夜はない。自分はここで暮らしていけるのかどうか。あの夜に抱いた不安は今も変わっていない。失礼。まぶたを閉じる。そんなめめしい悩みとは裏腹に、アルバイトと勉強で疲れた体はあっさりぐっすり安眠していった。